こんにちは、ももえです。こんにちは。はい。今日はね、ちょっと面白い角度から動画撮ってみようかなと思うんですけど、イーロン・マスクの意図、彼の根底にあるモチベーションをチャネリングで撮ってみたら、結構意外だったんですよ。意外ってことはないですけど、なるほどなっていうことが出てきたんで、皆さん、このチャンネルね、あんまりその政治の話しないんですけど、政治の話をしない理由は、政治の話ってすると、普段ふつふつと人生とか生活に不満を持っている人が、怒りの矛先、なんていうか、怒りの矛先の対象になりやすいっていうか、やっぱどこにでも怒りをぶつけたくて、怒りをぶつける場所を探してる人って世の中にたくさんいて、そういう人が、ちょっとこういう、政治の話とかすると、すごい引っかかってきてしまうって、治安が悪くなるの嫌じゃないですか。私は嫌だなと思ってたんですけど、だから頑張ってすごい政治の話とかね、この世のために動画出したりしてる人ってすごい偉いなっていつも思って見てるんですけど、本当はね、政治とスピリチュアルってすごい深い関わりがあるんですよ。その理由ちょっと今から話すんですけど、私たちがスピリチュアルで入れない理由っていうのは、この政治家がすごく関わっていて、政治があって教育が決められるわけですよね。で、この教え込まれた、これが人間ですよ、これが人ですよ、あなたたちが学ばなきゃいけないのこれですよって学校教育とかを作ってるのは政治じゃないですか。そこに私はいつも嘘がある。人間って本来の姿ってそうじゃないよってすごく思うんですけど、それを明かさないでいるのは政治ですから、本当の意味でスピリチュアルを知っているのは彼らなんですよ。ただ自分たちしか使わない。最近はだから、SNS が発達して、漏れてほしくない情報がダダ漏れし始めて、それでもちゃんと喋ってる人たちのチャンネルをバンするみたいな、しらみつぶしのもう戦いで、でも抑えきれなくなっていろんな情報が出てみたいなのがもう繰り返されてるこの数年なんですけど、今日本でもすごくね、デモが起きたりして、今日本が大変なんじゃないかっていうふうに思う方もいると思うんですけど、私、どの国もいつも本当は大変だったと思うんですよ。それが、SNS の発達によって明るみになった。誰が何をしているのかっていうのが見やすくなった。普通の私たち一般人にもね。だから、すごく大変な時代を生きているようにも見えるんだけど、私たちがより真実を知ることができる。で、真実を知ることができるから自分でこういう人生にしたいっていう選択ができるわけですよね。もしかしたら政治ももっと動かせるようになる日が来るかもしれないっていうふうに私は考えているし、そうじゃないと困るっていうか、だからいいところに向かってるんだと思うんですよ。ただその道中でもう今すごいめちゃくちゃじゃんって思う方すっごいたくさんいると思う。もうイギリスなんかもうとんでもないことになっててどうすんのこの国とか思うんですけど、いやもうこれは多分今に始まったことでなくずっとそうだったんだろうなっていう。ただ本当に自分たちで情報をすごくアクセスしやすくなったから、もう政治家たちめちゃめちゃやってんじゃんみたいなことが見えやすくなっただけなんだと思いますね。知らぬが仏っていう言葉があるから、知らなかった方が楽だったこともあったのかもしれないんですけど、政治に関してはね、だからね、どこのニュースを見るかによって、全然変わってくる時代になったよね。昔はさ、本当にニュースってテレビと新聞しかなかったので、めちゃめちゃそのバイアスがかかったニュースを私たちは見せられていた。バイアス、意図がすごく入ってる。こういう風に国民に伝えたいっていうニュースだけしか私たち入ってこなかったわけですけど、今はいろんな
手段で自分でニュースを取りに行くっていうことができるので、どこでニュースを取ってるかによって、その政治家が何をやってるかっていう真実が変わってしまうっていう、すごい面白い時代ではあるんですけれど、だからトランプさんが大統領になったんですけども、イギリスなんかでは、絶対トランプさんは勝たないっていう報道をずっとされてて、ラジオ聞いても、イギリスの一般的なその BBC っていうニュースなんかだと、トランプさん勝ってないよねとか、トランプさんをちょっとサポートすることはできないよねみたいな街中インタビューみたいなのがいっぱい出てるわけですよね。でも実際蓋を開けると、トランプ大統領当選したじゃないですか。だから、ニュースのバイアスってすっごいかかってんだなっていう風に、本当に体感して、皆さんも体感したと思うんですけど、で、トランプさん当選したんですけど、あれトランプさんより目立ってないって思ったのが多分イーロン・マスクですよね。で、イーロン・マスクがいい悪いとかは、一切私そのサイドを取りません。皆さんどう思ってるかは、絶対どこでニュースを取ってるかによって変わるんですよ。だから皆さんの中で、いやいや彼はとか、いろいろ思ってもらうとよくて、今日はその話ではなくて、今トランプさんのさも右腕かのように、いろんなメディアに出ている感じがあると思うんですよね。で、本当に、すごく頭のいい人だと思うし、彼のポッドキャストって皆さんも聞いたりするかな？ 3 時間ぐらい話し続けてるインタビューとか聞いてても、ちょっと頭が追いつかないぐらい、すっごい、もうめちゃくちゃ頭が良くて IQ が高いんだろうな、みたいな風に、感じる人で、だからあれだけね、成功して、アメリカの政治に関わるようになって、一人の人としてね、一人であそこまで成し遂げるって、どういう人なんだろうな、とか、彼の中に宇宙人入ってんのかなって思った人もいただろうし、顔もね、ちょっと宇宙人っぽいしさ、とか、モチベーションって何なんだろう。例えば私みたいに、サナトクマラみたいな人が後ろについてて、突き動かされてんのかなって思ったり、その使命を持ってね、何かをやってるのかなとか、私も、一人の人として、ちょっと興味があったんですよね。実はトランプさんもチャネリングして、もしかしたら動画に出すかもしれないんですけど、トランプさんよりも、イーロン・マスクをチャネリングして、へーって、モチベーションそこなんだって思ったことが見えてきたんですけど、チャネリングする前は本当にこの世界征服なのか、世界を変えるために、いい風にね、地球がさ、滅亡するってすごく言われてるじゃないですか、温暖化によって。で、彼はすごく温暖化のことを考えていて、だから火星に人間は行けるようにした方がいいんじゃないかとか、そういう風なことを、もうその地球には住めなくなるから、人間が火星に行けるように、ロケット開発して頑張ってるみたいなことを言ったりするからさ、すごいガイドがついてて、人類のために降りてきた人なのかなとか、思って、ちょっとチャネリングしてみたんですけど、見えてきた彼の根底にあるモチベーションって、もっと他にもたくさんあって、一つではないと思うんですけど、すっごい根底にある彼のモチベーションって、かっこいいパパ、子供たちに、このお父さんでよかったとか、私のお父さんは普通のお父さんじゃないんだよ。お父さんはスーパーヒーローなんだよって言われたいっていうのがチャネリングで取れて、すごいびっくりしたんですよ。で、まず私、イーロン・マスクのことを全然知らないかったんで、チャネリングってそうなんですけど、知らなければ知らない方が情報って取りやすいんですよ。いろいろ情報があると、それにマインドが紛らわされてしまうので、
間違って情報が取れたりするんで、まっさらのよく知らないっていう状態で撮ってみたんですよ。で、かっこいいパパか。まず子供がいるのかなって思って調べたら、なんか結構何人か、割と多いんだね、お子さんがね。5人とかいるんだかな、なんかそんなんだった。で、なんでそんなにお父さん、なんかでも出てきたのがとにかく、うちのお父さんはスーパーヒーローなんだって言われたいみたいな、なんかそういうモチベーションであそこまで上り詰めたっていうことを言っててとか言って、これチャネリングだからね、もうエンタメとして楽しんでもらったらいいと思うんですけど、撮れてるものは本当なんだけどね。で、なんでそのなんかスーパーヒーローみたいなお父さん、なんでお父さんっていうのがそんなに重要なんだろう。どういうお父さんであるかみたいなのが彼を突き動かしているっていう風に見えたから、その後調べてみたら、なんか自分のお父さんとすごく確執があるっていうか、結構、ドメスティックバイオレンス的なことがあったりいや、それはもう事実かどうかわかんないよ。なんかどこかに書かれている適当なね、情報だからわかんないですけど、なんか、こう人間離れした風に見える人でも、やっぱり人間を突き動かすモチベーションっていうのは、その心の中にある穴を埋めるためのもの。ここからはすごく架空の話ですけど、架空というか想定の話ですけども、例えば本当にもしかしてイーロン・マスクがお父さんとすごくこう確執があったとするじゃないですか。そうなると、じゃあこの男の子、イーロン・マスクという男の子が大人になるにつれ、人生で重要だって思うことっていうのは、ああいうお父さんじゃないお父さんになりたいって思う。これが家系のカルマなんですよ。私たちってみんなカルマ持ってるよね。カルマってちょっと言い方すごい重いんですけど、家系が持つトラウマみたいなものをみんな持ってて、で、自分の代で消化しましょう。違うパターンに変えましょうっていうので、みんな何かしら自分の親との、問題みたいなのを抱えて生きているわけですよね。で、その問題を抱えるから、ああいう風な親子関係になりたくないって言って新しいパターンを生ませることができるんですよね。わかりますかね。で、その反動で行き過ぎてしまう場合ももちろんあるし、思い詰めすぎて全く同じような、一番なりたくないお父さん像になってしまうっていうことも大いにあるんですけれども、基本的にはわざと親子関係で傷を作って、自分はああならないようにっていう、学習をして、家計のトラウマ、家計のカルマっていうのを解消していくっていうのが私たちが生きている目的の一つなんですよね。例えばイーロン・マスクが本当にお父さんと何があったかわかんないですけど、なんかあったとしたら、それが強烈であればあるほど、自分は絶対ああなりたくない、ならないぞっていうのが人生の大きな目的になる行動力、原動力、行動力になるわけですよ。で、なってると思う。なんで、自分はもう世界一尊敬される、かっこいいパパだって言われるにはどうしたらいいかっていうところと、その彼のスマートさ、なんていうかその頭の良さが相まって、今の彼に息づいている。で、これは別にイーロン・マスクに関わらず、皆さん、すべての方に当てはまる、その根底にある自分のモチベーションっていうのはトラウマから来ていることがほとんどです。いいとか悪いとかじゃなくて、人間っていうのはそういうもの、そういう生き物なんですよ。だから生まれてきた理由っていうのが、その家系のパターンを解消するために、自分は、あり難しい親のもとに生まれるっていうことになっているわけですから、自分のその今生きている
やってる仕事のモチベーションとかも、親子の確執っていうか、嫌だな、私こういうのは嫌だなっていう反動から来ていることは結構多いと思います。あとは逆で、愛されたい、どうしても愛されたいからって言って、親に認めてもらえるような仕事を選んでいる。それがモチベーションになってるっていうこともあるだろうし、イーロン・マスクさんは、そうだね。なんかテレビとかニュースとかで見ていると、すごく偉大な方に見えたり、本当にちょっとロボットなのかなとか、わかんない。これから開発して頭の中にチップとか入れてどんどんロボットになっていくと思うんだけど、でもなんか根底にある、彼を突き動かすモチベーション、は、やっぱりトラウマなんだなっていう風に、チャネリングしてみて思いました。はい。さあ皆さん、今日の動画が役に立ったと思う方は、ぜひ、ビッグいいね、チャンネル登録もよろしくお願いします。また会いましょう。バイバイ。